山形県の北東部尾花沢市のさらに東側の山あいにあって、銀山川の両脇に立ち並ぶ大正レトロな情緒あふれる温泉街、銀山温泉。銀山温泉の始まりは約400年以上前の慶長年間に遡り、かつて日本三大銀山にも数えられた延べ沢銀山の鉱夫が発見したことから名付けられたとされています。1689年には銀山が閉山され、その後も湯治場として栄えていましたが、大正2年の大洪水で温泉街は壊滅的な被害を受けました。その後、大正時代から昭和初期にかけて、各旅館が洋風の3から4層の木造建築に建て替え、現在の大正ロマンと言われる独特の温泉街の景観が出来上がりました。1986年、銀山温泉家並み保存条例が制定され、温泉街の街並みを保つ努力がされています。今回は銀山温泉能登屋旅館をご紹介します。この動画では国の登録有形文化財である能登屋の歴史と概要、大浴場、豪華な食事の様子を含め能登屋の魅力をご紹介します。見どころたっぷりの動画となっていますので、じっくりとご覧ください。能登屋旅館の駐車場に到着しました。銀山温泉街には車の乗り入れができないため、自家用車で来た場合には途中の駐車場に車を置いて宿までは歩く必要があります。駐車場には係の方が待っていて、バイクで荷物を運んでくれます。こちらの白金橋は銀山温泉の入り口。さあ、しばしの間、大正時代へのタイムトリップを楽しみましょう。映画のセットのような銀山温泉の街並みを歩いてると、自然とテンションが上がりますよね。妻が途中にあるお店をチェックしています。歩くこと約3分、能登屋に到着しました。宿の歴史と概要をご紹介します。能登屋旅館の創業は明治25年。石川県の能登地方から延べ沢銀山へ銀を採掘に来た初代木戸佐左衛門氏が創業したとされています。正面に見える建物は大正10年に完成した木造4階建ての本館。左側には2階と3階の部分に左官職人がコテを使って描く日本独特の漆喰装飾であるコテがあります。また右側にある鳳凰と霧の装飾も左官職人による昭和7年作のコテ。中央には能登屋創業者木戸佐左衛門の名が記されています。平成9年、歴史的景観に寄与しているとの理由から国の登録有形文化財に指定されました。平成23年、新館の増築とともに本館の客室やお風呂を全面的に改装しリニューアルオープン。現在の能登屋は棟屋付き4階建ての本館と2階建ての別館から構成され、全15室。ジブリ映画千と千尋の神隠しのモデルとも言われる赤い欄干と木造の橋、そして本館のコントラストは圧倒的な佇まいで銀山温泉の中でもひときわ目立っています。能登屋旅館は銀山温泉では唯一の日本人を守る会会員。人を守る会公式ページからの予約か、宿への電話での直接予約でスタンプを貯めることができます。スタンプは10個貯まるといずれかのお宿に無料で宿泊でき、大変お得です。各旅館のスタンプは個性的で見た目も楽しめますので、日本人を守る会の宿に泊まったらスタンプを集めてみてはいかがでしょうか。高速道尾花沢インターチェンジより車で約30分、JR 大石田駅からバスで約40分となっています。
石造りで洋風の白い門構えと一枚板の和風の能登屋の看板がまさに和洋折衷、大正ロマンを感じる重厚なエントランスから館内に入ってみましょう。玄関は日本の旅館らしいレトロで素敵な雰囲気ですよね。お客さんがすぐ外に行けるように外出用のサンダルや赤い上着が豊富に用意されていて気遣いがされています。こちらは能登屋の家紋古参の霧。こちらはフロント。フロント前にはアメニティが用意されていました。時期によっては夜花笠踊りを見ることができます。ロビーの脇にはカフェ山帽子がありました。こちらでは朝食後にコーヒーがいただけます。ラウンジの反対側にもロビーのようなスペースと売店がありました。能登屋旅館は NHK の連続テレビ小説「おしん」の舞台。こちらの写真は撮影当時の大女将と女優の音羽信子さん。撮影は1週間全館貸し切りで行われ、テレビ内での宿命は銀山閣、お部屋は3階の清流を舞台に撮影されました。では館内を少し歩いてみます。こちらの橋は目の前の橋のイメージとともに段差の解消という役目もあるみたいです。本館にも別館にもエレベーターはありますが、こちらのレトロな階段もとても素敵ですよね。外から見て本館の中央部の出っ張りにあたるのはこちらの談話室。2階から4階までそれぞれ趣の異なるお部屋が用意されています。大正時代の高貴な雰囲気を感じながらこちらに座ってみるのもいいですよね。本館の4階と別館の1階は渡り廊下でつながっています。フロントでチェックインです。チェックインは2時、チェックアウトは10時半になっていました。夕食は6時か6時半で時間を選択。朝食は7時半から9時までの時間帯でフリータイムとなっていました。お部屋やお風呂の説明をしていただき、貸し切り展望露天風呂の予約などを行いました。なお、貸し切り展望風呂はチェックイン後の先着順の予約となっていました。客室までは案内をしていただきました。お部屋の中で改めて中井さんから説明をしてもらいました。では能登屋旅館の客室について簡単に解説をします。客室はね、本館と別館に分かれてまして、本館の4階から別館の1階に行くことができます。で、本館の2階と3階には、合わせてお部屋が9部屋あるんですね。基本川側のお部屋ですけども、川側ではないお部屋もありますので、景色をね重視される方は川側のお部屋を指定するといいと思います。そして別館側にはお部屋が6つありまして、こちらは山側のお部屋ということになっています。ではお部屋レビューです。はい、今回のお部屋はこちらのリンドというお部屋になります。能登屋旅館では唯一のベッド付きの和洋室のお部屋ということになります。鍵はこんな感じのね木製のキーホルダーで能登屋旅館リンドというふうに書かれています。それでね、こちらのリンドのお部屋は二間続きのお部屋ということになってまして、結構ね廊下なんかもね広いんですよね。こんな感じでまず板の間の廊下があって、入ってすぐのところにはねトイレがあるんですけども、トイレはねウォシュレット付きの一般的なトイレと、お手洗いもねしっかりと用意されてますね。で入ってこちらに障子がありますけど、こちらがベッドルームで、奥に和室のお部屋があると
いうことになっています。そしてこちらがベッドルームということになります。板の間で洋風な感じのベッドルームになってますよね。ベッドはねシングルサイズのベッドということになってますけども、それが2つ用意されています。こちらはセンターテーブルですけども、電源コンセントなんかはないみたいですね。入り口がこんな感じで障子とかね、あと上の方もちょっと和の雰囲気になってますよね。そしてお部屋に入る前にはこんな感じで水場といいますかね、そういったところがありまして、こちらにはポットとそれからお茶碗がありますね。それから上の方にはグラスと、それからこちらにはお茶がティーバッグが用意されてまして、ほうじ茶のティーバッグになっています。こちらは冷蔵庫ですね。このお部屋は内風呂はないんですけども、ドライヤーが用意されてますね。ではこちらからお部屋に行ってみます。そしてこちらがリンドウのお部屋の和室、リビングの部分ということになります。一見してね、和の雰囲気が素晴らしいお部屋になってますよね。まずはね、ちょっと景色を見に行ってみたいと思いますけども、さあ窓からの景色はこんな感じになっています。もうお部屋の中からもねこんな感じで非常にいい景色が見えてますけども、ちょっと窓を開けてみますね。さあ窓を開けますと、目の前にはこんな感じで、川とそれから能登屋旅館のね赤い橋が目の前に見えています。川はねこんな感じで、ずっと奥の方まで続いてるんですけども、こちらのお部屋からは、途中までしか見えないようなそんな感じになっています。あとはねお部屋の脇にはこんな感じで、木戸サザエ門というね湖底が、見えてますね。そして目の前に見える銀山温泉街は、まずお土産屋さんのね江戸屋さんが見えてて、さらに左側には本館戸籍屋、非常に木造りでね、歴史を感じるような素晴らしい旅館が見えてますけども、こちらの本館戸籍に関しては別の動画で解説をしてますので、もしよければ合わせてご覧ください。そしてさらにちょっと体を乗り出しますと、奥の方には銀山温泉街も見えてますけども、左側にはねこの能登屋の、張り出した部分が見えてて、その先はちょっと見にくい感じにはなっています。それにしても非常にいい温泉街の景色が見えてますよね。そして窓の手前は、広縁のような感じになってまして、チェアとテーブルが用意されています。こちらにはね姿見のような鏡もありますね。奥の方にはこんな感じでクローゼットもありまして、ハンガーも用意されています。そして窓側から改めてお部屋を見ますと、こんな感じになっています。登録有形文化財のお宿ということもありますけども、和室の雰囲気素晴らしいですよね。こちら側には非常に立派な床の間も用意されています。そしてこちらにはテレビと金庫もありますね。お部屋の真ん中には、テーブルと座椅子が用意されてまして、お茶菓子はねこちらの銀山温泉の古代米大福というあんこの餅ですね。それから部屋の隅の方にねこんな感じで、バスタオルと、それからこれはタオル入れ巾着ですね。あとは能登屋旅館の浴衣ですね。フェイスタオルにはしっかりと能登屋旅館という内裏になっています。あとは歯ブラシありますけども、歯ブラシ以外のアメニティに関しては1階のフロントの脇でお借りできますので、そちらから持ってくるということになってます。本日の浴衣でございます。こんな感じです。能登屋と書いてます。そう、能登屋って書いてんだよね。ね、花柄でね。ね、綺麗だね、この色が。そうでね、男性とこの羽織が色違いで。男性はこの色です。本当だ、緑っぽい感じ。ね、ペアで着るといい感じだよね。本当だ、いいね。おじさんおばさんでも似合います。これは。はい。はい、いい感じです。着たいと思います。はい。はい。ポッ。
お部屋で Wi-Fi が利用できます。通信速度は 5.4Mbps ですのでちょっと遅めですね。あと携帯の電波はね問題なくつながります。別館には大浴場、内湯と露天風呂があって、さらに別館の奥の方階段を上ったところに、展望風呂ありますけども、こちらの展望風呂はチェックインの際にね時間を予約しますので、チェックインは早めにするとねいい時間でお風呂に入れるのかなというふうに思います。あとはね本館側にもお風呂ありまして、地下の洞窟風呂、こちらに関しては昔からのお風呂ということで、こちらだけはね洞窟風呂専用の自家源泉が使われているということで名物のお風呂になっています。温泉の成分表ですけども、 pH が 6.9 の岩硫黄ナトリウム塩化物硫酸塩温泉、泉温は 66.5 度、いずれも加水加温循環ろ過消毒なしの源泉 100% かけ流しになっています。大浴場は別館の1階から行くことができます。こちらの廊下の奥に大浴場があります。大浴場は2011年にリニューアルされたということで比較的新しくなっています。大浴場の前は湯上がりどころのようになっていました。まずは女湯です。はい、こちらが大浴場女湯の脱衣スペースということになります。お部屋の数もね少なめで日帰りもありませんので、これぐらいあれば十分かなというふうに思いますね。こちらには洗面がありますけども、女性用の化粧品と、あとはアメニティですね、シャワーキャップや櫛がありますね。アメニティはねフロントの前にもありますので、そちらから持ってくることもできますね。下にはパナソニックのドライヤーが用意されてました。備え付きのシャンプーの他に、こちらにはね日本人を守る会の人をクマザサシャンプーも用意されてます。ではこちらからお風呂に行ってみます。さあこちらが能登屋旅館の大浴場の内湯ということになります。まず天井がね結構高くて、こんな感じで太い木製の梁が見えていて、なかなか雰囲気ありますよね。お風呂自体は十分な広さの石のお風呂で、お湯がねちょっと薄緑色の濁り湯がとても綺麗ですよね。そしてこの湯は源泉 100% かけ流しで、ほんのりとね硫黄の匂いがするようなそんなお湯になっています。こちらには手すりと段差もありまして、バリアフリーにも配慮されているということになりますね。シャワー付きの洗い場がこちらに6つ用意されてまして、それぞれこんな感じで仕切りもありますので、プライバシーも配慮されているということになりますね。備え付けのシャンプー類はアロマドールというシャンプーになっています。紅茶の香りがするシャンプーですね。内湯のね窓からこんな感じで露天風呂見えてますけども、ちょっと露天風呂に行ってみます。そしてこちらが露天風呂ということになります。お風呂自体は十分な広さのヒノキ風呂になっていまして、お湯はね同様に薄濁りのお湯ということになってまして、雰囲気も素晴らしいですよね。こちらには手すりも用意されています。周囲はねこんな感じで山に囲まれたような感じになってまして、屋根はありますけども、開放感も十分かなというふうに思います。続いて男湯の大浴場ですけども、手前側にこんな感じでお手洗いがありますね。そしてこちらが男湯の脱衣スペースとなりますが、広さとしてはほぼ女湯と同様かなというふうに思います。洗面も同様ですけども、こちらは男性用の化粧品ですね。あとは櫛とかひげ剃りなんかのアメニティも用意されています。下の方にはドライヤーがありました。そして男湯も女湯と同様にこちらに人クマザサシャンプーがありますね。そしてこちらが男湯の内湯ということになります。女湯とねほぼ同様な感じのレイアウトで、対照的な形という感じになってますね。湯船も同様で、十分な広さの石の湯船になってまして、
やはり、薄濁りのね少し青みがかったお湯がとても綺麗ですよね。洗い場も同様にこちらに十分な数用意されています。さあ、そしてこちらが男湯の露天風呂ということになります。こちらもね女湯と同様に外側は山の景色になってまして、屋根はありますけども開放感十分ですよね。お風呂はヒノキ風呂ということで、ヒノキ風呂としてはねかなり大型のお風呂で結構深さもあるんですよね。ですので、ゆったりと入ることができるお風呂になっています。お湯に関しても、内湯と同様に綺麗な薄濁りのお湯となっています。貸し切りの洞窟風呂をご紹介します。洞窟風呂は本館の1階から行くことができるんですね。こちらの札を入浴中にします。はい、こちらが洞窟風呂の着替えスペースですね。洞窟風呂はね貸し切り風呂ということで無料で空いていれば入れるお風呂になっています。でこちらには洗面がありますね。シャワーキャップやヘアゴムですね、あとはクレンジングオイルと洗顔フォーム、あと綿棒もありますね。では洞窟風呂行ってみたいと思います。まずねこちらのドアを開けた瞬間に硫黄のいい香りがしてます。それほど強い硫黄の香りではなくてほんのりとした感じのね硫黄の香りですね。もうねこの下に降りてくるとこんな感じで上がこう丸くなっていて、いかにも洞窟という雰囲気になってますよね。下の方にはこんな感じで岩が配置されていて、でこちらの洞窟風呂に関しては能登湯旅館の昔からのお風呂があった位置ということで非常に歴史のあるお風呂となっています。貸し切りで利用できますけども結構広さがありまして、4、5人ゆったりと入れるぐらいのそれぐらいの広さになってますよね。源泉はこちらの奥の方から出てきてますね。こちらには桶なんかがありますけども、かけ湯のための桶かなと思いますね。洗い場はないみたいです。非常に歴史のある能登湯旅館の名物のようなお風呂ですので、こちらはね能登湯旅館に泊まったらぜひ入ってみてはいかがでしょうか。続いて展望露天風呂をご紹介します。展望露天風呂までは結構距離があって階段を登らなくてはいけませんので、足の不自由な方はご注意ください。80段ぐらいの階段があるんですね。なかなかの階段だね。ねえ。結構眺めいいね。さあ頑張ろう。さらにこんなに階段があります。さあ頑張ろう。これはなかなか。今日はちょっと雨が降ってるのでここに傘があるので、ちょっと傘をお借りして、ここから見えてますけどね、もうちょっと結構な坂ですね、ここね。こちらがね貸し切りの展望露天風呂ということになります。全体がねこんな感じの木でできた、小屋のような感じになってまして、なかなか雰囲気ありますよね。まず入り口を入るとこちらが脱衣スペースということになりますけども、貸し切り風呂ですので、これぐらいあれば十分かなというふうに思います。こちらにはトイレがありますね。こちらには洗面とシャワーキャップ、櫛が用意されてますね。でドライヤーはありませんけども、後で紹介しますがお風呂の中でねシャンプー類なんかありませんので、おそらく髪洗ったりはできないと思うんで、なくても大丈夫かなと思います。ではこちらからお風呂に行ってみます。さあこちらが、
貸し切り風呂、展望露天風呂ということになります。屋根から湯船、そして洗い場のところまで全て木造りになっていて、雰囲気素晴らしいですよね。湯船はね、全面が木造りの、結構広めの湯船になってまして、そして結構音が聞こえますけども、向こうにはね、滝、分かりますかね、しっかりと滝が見えてます。白金の滝っていうね、この銀山温泉では一番奥にある、有名な滝ですけども、その白金の滝がお風呂からバッチリと見えるような、そんなお風呂になっています。こちらにはね、手すりが用意されていて入りやすいようにされてますね。お湯はね、ちょっと白い薄濁りの、綺麗な色のお湯で、ほんのりと硫黄の匂いがしてますね。源泉はこちらから 100% でかけ流しになってますけども、源泉はね、結構60度ぐらいあって熱いので、熱すぎる時はね、こちらの蛇口から水が出ますので、加水をして適温にして入ることもできるということになっています。一応こちらに洗い場は用意されてはいますけども、シャンプー類はありませんので、実際にはね、体洗うのはちょっと難しいのかなという感じはします。夕食までの間、温泉街を散策してみることにしました。まずはこちらの伊豆の花。こんな感じの映えるスイーツが中心ですが、今回は時間限定のスイーツと銀山豆腐を注文しました。で、鰹節がすごいいっぱい乗ってる、ね。めっちゃうまい。しっとりしてますよ、お豆腐ちゃんでね、こうなんかポロポロしないと硬さもちょうどいい。開けてみて。すごい美味しそう。温泉街を歩いていたら、橋の上に見慣れないものがありました。なんとこちらは足湯なんですよね。こっち側がいい？そうね、こっち側が景色的にはいいと思うけど。お、結構いい温度。気持ちいい。あ、本当。すごい気持ちいい。足マッサージされてるみたい。すっごい気持ちいい。あ、気持ちいい。タオルも持ってきてるから。で、この景色を見ながらね。わあ、気持ちいい。いいね。すごい厚めだよね。結構暑い。ね、結構暑い。気持ちいいよ。だから足マッサージされてる。気持ちいいね、確かに。それでこの景色を見ながら入れると。そう。さらに銀山温泉の奥にやってきました。こちらの湯煙食堂の隣には見慣れない建物がありまして、中には銀山温泉の古い写真や歴史が展示されて資料館のようになっていました。おー、すごい。この景色見て。すごい。なんとこんなところが。向こうまですごい展望台みたいになってる。逆側から見た感じね。そう。で、ここから滝も見えるんだね。滝も見える。ね。素晴らしい。最後に滝の方まで来てみました。すごいね、ここは。おお、すごい。見て。上の方まで見えるね。これ今雪解けもあるからさ。雪解けと昨日雨降ったから、結構な勢いで。そうだね。
夕食会場はこちらの喜楽。レトロな雰囲気で素敵な会場ですよね。畳の上にテーブル席で足に優しいセッティングでした。素敵。素敵ですよ。上のこのね照明もねレトロな感じで組子細工みたいなね、そうちゃんとねこう周りが見えないようになってていいね。いいよね、周り見えなくてちょっとプライベートな感じがねあっていいかも。さあ、日本人を守る会の秘湯ビール。いい音だね。ね、いい音。ありがとう。はい、どうぞ。生ビールです。ね。さあ、乾杯しましょう。ちょっと今新緑の時期なので緑色のネイルにしたんですけど。乾杯。キリッと冷えてね、一番搾りですよ。こちらが先付けのわらびのおひたしですね、生姜醤油がかかってます。で前菜ですが、左上から山菜のうるい、そのお隣がうどんにしん、で手前の左側が桜豆腐で、こちらの細田家は皮を剥いてからしマヨネーズをつけてお召し上がりください。はい、でこちらが鯉の甘露煮です。来ました。骨が多いので気をつけてお召し上がりください。地元の郷土料理で滝川豆腐と言います。ところてんと豆腐を混ぜて作ってます。この白い点々がお豆腐ですね。わらび大好き。もう時期的にはね、多分旬だよね今ね。美味しい。でも美味しい。シャキシャキしてる。でもやっぱ山に来たらね、山のものはいいね。豆腐なんだけど、ところてんなんだよね。そうそうそう。ほら、すごい、こうなっちゃうんだね。はい、いただきます。マイ油がね、ヘルシーだしいいね。ね、ヘルシーだよね。ツルツルだしね、食感がいいね。やっぱりところてんだから。すごいよね、これ。皮を剥いて食べてください。料理もやっぱりね、春だからこういうもの多いし、私の爪も新緑なんだよね。すごい面白いね。これをねマヨネーズつけて食べてっていうことなんで、ここはいいのかな、食べていいのかな、これ。どこまで食べれるのかね。綺麗に取れるの。どこまで剥いたらいいのかよくわかんない。全部剥いてなくなったね。剥いてなくなったら大変だよね。こういう感じに、ほらつるーんとなりました。ね、カリカリ。マヨネーズいっぱいの方が好きかな。美味しい。なんか新鮮な感じがするね。うるいです。うるい大好きなんだよね。外はシャキシャキなんだけど、食べてると中がとろっととろけるの、それが好きなんだよね。なかなか食べられないんで。これも山菜なんだよね。ニシンとなんかニシンの味がしっかりついてる山菜に。こういうのいいよね、山のもの。そう、やっぱ山来たらさ、山のものね。桜豆腐綺麗ですね。春らしいね。そうだね。これってなんだっけ、これなんていう植物だっけ、なんだっけ。なんて言ったっけね、それ。すみません、教えてください。桜の香りがするわ。おそばお持ちしました。はい、茹でたてですのでお早めにお召し上がりください。おそば到着、茹でたてです。これね、お先にどうぞっていうので、ちょっと先に食べちゃいましょう。これ手打ちなのかな。ね、手打ちっぽいけど、なんかちょっと不揃いな感じがね。手打ちっぽいよね。山形といえばおそばだなんでね。これはね、もう早く食べてっていうのがわかる。食べます、早めに。はい。手前から鯉の洗い、ホタテ、マグロ、カンパチ、エビです。お刺身です。
珍しい鯉の洗いがついている。でもその鯉の洗いもここの能登屋旅館の名物だよね。そうだね。じゃあ鯉の洗いからいきますか。ちょっとね、舌触りがザラッとしてるような感覚があるのが濃いね。好き嫌いがあるのかな。美味しい。珍味です。そうね、珍味だよね。薄くていい感じかな。薄く切ってて食べやすいね。やっぱなんかちょっとこうザラザラした感じね。ザラッとしたこの食感ね。さあ、なんとここにもね、頭が見えてるよ。あ、来た。来た。ほら、来ました。私を食べて。ね、これはね、皆さんどっちを切りますか？普通は。どうだろうね。普通はどっちかね。どっち切ると思う？でもやっぱ尻尾切って。頭。でもさ、この頭はほら嫌な人は頭取って売ってるものはさ、頭がないわけ。そうかそうか。そうかもね。だけど私はこれで生かしていただきます。はい。ああ、美味しそう。吸った。美味しい。少しでも頭が良くなるかな。ね。これが名物の鯉の甘露煮です。ねえ、すごいね。テリッテリですよ。テリッテリだ。色がすごいね。そう。骨がね、ちょっと粗いので、気をつけてください。そうそう。で、あ、確かに粗いです。ね。粗いです。大丈夫かな。生臭くない、本当に。ちょっとイメージ的にはね、生臭いイメージあるよね。美味しい。しょっぱすぎず、甘じょっぱくて美味しいです。小花沢さんの小花沢牛というお肉です。すごいね。こちら自家製のポン酢とごまだれです。一応こう私の中では肉はごま、野菜はポン酢って思ってるんだけど、面倒くさくなったらミックス。それが一番美味しい。小花沢牛。そう。柔らかい。美味しい。めっちゃうま。めっちゃうまいです。これはご飯と一緒に食べたいね。油の感じがいい。柔らかいし美味しい。野菜はポン酢でいきましょう。えのきがいいね。シャキシャキしてて美味しい。最後ね、お肉が1枚残ってるから、まさかフュージョンでまさか全入れじゃないよ。やっちゃった。やっちゃいました。こうするとね、肉にも野菜にもいける。こうですよ。まあ確かに美味しそうではあるよね。美味しそうだよ。ほら絡んでるよ。すごい濃厚になるの。美味しい。はい、天ぷらはレンコンのエビしんじょを挟み揚げ、舞茸、あと山菜のこごみとこし油ですね。天ぷらきました。山菜です。ね、やっぱり山のものはいいね。皆さんこう気になってるこし油の天ぷらです。塩でいただいてくださいっていうことで。すごい。揚げたてだから音がすごいね。カリッカリ。最高ですよ。新庄、レンコンと。そう、レンコンと新庄。新庄。全部この塩なんだよね、ここは。これもすごい。めっちゃうまいね。ね、これは美味しいね。美味しい、サクサク。ね、この山菜尽くしの天ぷら最高だわ。鴨汁オープン。美味しそう。すごいね。
鴨汁ちょっといただきますよ。汁めっちゃうまい。出汁がすごい出てね。肉団子とかいろいろ入ってるよ。お肉とか。鶏のね。すごい弾力がある肉団子。肉団子も鴨なのかな。だと思うよ。鶏じゃないの？すごい出汁が出てるよね。油もすごいしね。美味しい。これね、そばでつけて食べてもめっちゃうまいと思う。これにそばつけていただくのもいいね。最後のデザートにやってまいりました。熟してる。美味しい。いい熟し加減でございます。今年初メロンだよ。桜のパンナコッタ。下がね、桜色になってるのちょっと分かりづらいの。こういう見える？ピンク色になってる。ね、薄ピンクでね、上品な感じ。プルプルだよ。上に乗ってるのは生クリームなのかな。なんかすごいクリーミーな感じ。プリン系のこの桜の香りがしてて、溶け込んで美味しい。とろけるみたい。すごいよね。美味しい。ごちそうさまでした。この日は夜小雨でしたが、地元の皆さんが花笠踊りを披露してくださいました。お部屋からの朝の景色です。昨日の夜はね、地元の方々が花笠踊りをね、夜披露してくれて非常に楽しみました。その後から結構雨が土砂降りになってきて、で今はこんな感じで結構川の水もね増水して流れが激しい感じになりますね。あとね、この川側からの景色はね、もちろん素晴らしいんですけども、豊浦間は結構夜通しこの橋のところに人が集まってきますので、こちらからも景色は見えるんですけども、あちらからもお部屋は見えるということで、その辺はね十分に気をつけないといけないなというふうに思います。朝食は夕食とは違う会場で朝食膳をいただきました。ではおはようございます。出ました、おしん飯です。おしん飯。大根と漬物だよね。漬物刻んでるじゃない。たくさん入ってる。すごいね。すごいね。
シャキシャキしてて美味しい。大根のたくあん刻んだやつね。そうだね。ちょっと塩味だね。これなんだろうこれ。それね、これなんて言ったっけ？これなんだろうね。美味しい。大きいお豆さん。縁起が良さそう。煮物はこれ、たけのことか。お肉とか。美味しそう。麩だね。麩が入ってる。麩が入ってるんだ。すごい。お魚ちっちゃいお魚がついてる。甘めの味だね。佃煮じゃないの？これなんだろう。こんにゃく？こんにゃくっぽいけど、なんかね寒天で固めてるような感じの。これ湯豆腐はやっぱり野川豆腐なんだろうね。温まってます。入れて、生姜と鰹節はね最初から入ってますね。美味しそう。プルプルね。欲張って2つも入れちゃった。全部入れちゃった。熱い。いいね。美味しいね。熱々で最高ですね。美味しそう。美味しそうだね。固めの温泉卵。こんな感じ。本当だ。黄身は固めだね。でもさ、これってさ、おしん飯には合わないと思う。白米だよね。白米もらうか。うわ、いいねこれ。柔らかいじゃん。でもすくえるよ。塩か。それは塩だ。半分塩、半分醤油。欲張りなんで。塩はそのまんまでもいいかもね。あれ食べてるみたい。味付けの卵。なるほど。塩味の。味付けゆで卵みたいな。しっかり塩がついてる。美味しい。塩もいいね。さっぱりしてて。さあご飯。美味しそうです。温泉卵美味しそう。濃厚です。やっぱご飯と合うね。醤油で。2種類で食べて幸せ。2種類で食べるのはいいね。さてさて、デザートです。ブルーベリーが3粒入ってるヨーグルトです。ヨーグルト。ヨーグルトもプレーンじゃないのかな？加糖なのかもしれない。でね、このブルーベリー自体もすごく甘くて美味しい。じゃあこのむが。今日は美味しかったね。品数がすごい。品数すごかった。でもなんか食べれたね。ちょっとずついろいろあるっていう感じで。ではお茶をいただいて締めますね。美味しかった。ごちそうさまでした。いいね、カウンター。いいですね。可愛い器ですね。器も可愛いね。可愛いね。美味しい。フロントでチェックアウトです。山形県銀山温泉能登屋、いかがでしたか？歴史を守り続ける街並みと登録有形文化財である能登屋での宿泊は、銀山温泉の歴史を感じられる感動的な宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、引き続きご覧ください。